東京食レポでも紹介した混ぜそば、和風な味付けもありますが、今日は台湾混ぜそばをご紹介しましょう。この台湾混ぜそば、日本で流行っているのでしょうか。私の SNS 友達にも食べて美味しかったという写真がよく掲載されています。はい、今日は台湾混ぜそばを作っていきたいと思います。豚ミンチを 500g 使いますね。温泉卵も作りますので、お湯を今沸かします。うちで生まれた卵1回もまだ冷蔵庫入れてないので、これをそのまま使います。もし市販の卵を冷蔵庫に入れてあるものでしたら、常温に戻してから使ってください。お湯を1リットル沸かします。はい、お湯が沸いてきましたので、火を止めて 200cc の水を入れます。卵をそっと入れていきます。割れないように。温泉卵は70度くらいのお湯に放置すればできますので、このやり方を覚えておくと便利です。このまま30分放置します。ではその間に肉味噌仕上げていきましょう。はい、にんにくと生姜を刻んでいきます。はい、それではにんにく刻みます。みじん切り。はい、大体でいいですね。じゃあ生姜も刻みます。生姜ちょっと多いかな。これ 30g ですけど 20g でもいいかもしれないですね。適当にこの辺はもう自分で好きなように量を決めてください。はい、火をつけてサラダ油を入れます。ちょっと入れすぎたかな。戻します。にんにくと生姜、豚肉を入れていきます。塩入れます。チキンパウダー、肉に味をつけます。はい、砂糖も入れます。みりん、日本のお味噌、豆板醤、甜麺醤、はい、これぐらい水分が飛んできたら完成です。火を止めます。じゃあこれ冷ましておきます。はい、それではネギときゅうりとニラを切っていきます。ネギの白い部分、これちょうど2本で 100g あるのでこれだけ使います。半分に切ってもう一本しときましょうか。庭で収穫したニラです。
きゅうり、はい、きゅうりも OK です。卵30分経ったのですぐこれお湯を捨てて冷水につけときます。はい、じゃあまず麺を打っていきたいと思います。強力粉、これ今日は割合は強力粉6に薄力粉4にしますけども、これは別に変えてもいいです。半々でもいいですし、極端に9対1ぐらいでもいいです。網でふるいます。薄力粉、塩、かん水で鶏の卵、黄身だけを使います。たくさんあるのでちょっと今日多めに使いましょう。おっと、はい、たっぷり使います。今日は贅沢にのせます。お水を少しずつ。普通はだいたい 160cc ぐらいなんですけど、黄身がちょっとたくさん入れたのでお水ちょっと控えめにします。火が照ってきた。六方がちょっと変わるかな。大丈夫か。本当はもっとしっかりした台を使えばいいんですけど、今日は外で取りたかったので不安定な台ですけど、これでこねます。フレーク状になったところでちょっと一回置いときます。ラップしておいときましょう。乾かないように。はい、じゃあこれをこねてまとめます。少し柔らかいなと思ったらもう少し小麦粉を振ります。はい、じゃあこれをまた寝かせます。乾かないようにラップで包んで、これは冷蔵庫で今度は寝かせます。卵が入ってるので腐りやすいですからね。はい、じゃあ即席のラー油を作っていきましょう。前にレシピを紹介しましたけど、今日はもう簡単にすぐできるラー油ですね。ごま油1です。サラダ油で火をつけます。そしておネギをちぎって入れます。はい、そしたらここに唐辛子も入れていきます。種外してます。
じゃあネギ取り出します。味をちょっと見て、じゃあちょっと火を止めておきます。はい、じゃあこれをこしておきます。はい、即席ラー油の完成です。はい、綺麗な靴下を履いてこれを踏んでいきます。はい、綺麗に台を拭いてコーンスターチを打ち粉に使います。ですね。手打ち麺の動画は上げたことがありますが、概要欄のリンクからご覧ください。いろんな麺料理に応用できます。ラーメンは乾水を入れますが、うどんやそうめんなどには入れません。卵も入れるか入れないか、全卵か卵黄か卵白どのくらい入れるか、薄力粉と強力粉の割合、太さも自由、ストレート麺にするか揉んで縮れ麺にするかなど、お料理に合わせてください。はい、縮れ麺を作るにはぐっとこれ揉んで縮れさせてください。はい、麺打ち完了です。麺を茹でるお湯を沸かしている間に海苔を刻んでおきます。はい、湿気ないように蓋をしておきます。お湯が沸きました。じゃあ麺茹でましょう。はい、これいっぺんにやると多いので分けて入れますね。氷を準備。麺の茹で時間は3分30から50秒くらい。麺の太さや生麺か冷凍麺かなどによっても違ってきます。はい、だいたいいいでしょう。氷水に入れます。で、次また茹でていきます。全部入れちゃおうか。冷凍麺だとそういうわけにいかないです。生麺だからちょっと多めでも茹でれるでしょう。はい、これはざるに出します。はい、だいたいいいでしょう。火止めます。氷水に入れます。お湯を切って一回水ではい、氷水に入れます。じゃあこれ水切ります。はい、一回トレーに開けて、はい、氷を取り出してクッキングペーパーでしっかりと水分取ります。
ボウルに入れてチキンパウダー、麺に味付けします。ごま油混ぜます。で食べてみましょう。美味しい。まず肉味噌のっけて、ニラ、きゅうり、そして白ネギ、温泉卵、きれいにのっけるために一回器に入れましょう。真ん中を開けてそこにのっけます。真ん中を開けてのっけます。はい、好みで海苔はのっけてください。ラー油を一振り。はい、台湾混ぜそばの完成です。これを混ぜて、混ぜそばですから混ぜて食べますね。黄身を潰して、器が小さいな。はい、ネギやきゅうり、ニラと混ぜて一緒に食べます。美味しそう。美味しい。卵黄たっぷりの手打ち麺に肉味噌が絡んで、美味しさのあまり何度もリピートしました。混ぜそばを家で作るというのも、海外に住んでどうしても食べたいという思いがあればこそ、日本に住んでいれば気軽に食べに行くことができるので作ろうとは思わなかったでしょう。でも日本でもお店が近くになかったらなかなか食べられるものではありません。一度作ることを覚えれば次からは気軽に作れます。ぜひ挑戦してみてください。このチャンネルが気に入られましたら登録、評価、コメントよろしくお願いいたします。ではまた。Nos vemos. Chao, chao.